おはようございます。漁師フィッシングチャンネルの拓也です。今日はとある漁師 YouTuber の方に送る毛ガニを沖に取りに行こうと思っています。それではレッツゴー。さあ、港を出たら14マイル先にある仕掛けを目指します。14マイルはね、だいたい26キロくらい、45分くらいでそこの場所に着きます。今日はちょっとね、風が強いです。場所に着いたら目印となるオレンジ色の玉を探します。朝日も昇って明るくなってきました。早助っていう先端に鍵のついた長い棒を使って玉を回収していきます。作業の邪魔になるんで、みんなね、上のカッパの中に腰巻き救命具つけてます。さあ、今巻いてる綱はボンデン綱と呼ばれる綱で、だいたいね200メートルあります。この日は少し風があったので、友でねボンデン綱巻いてます。こっちの方が潮が速かったり風が強かったりすると、船を回すのがね断然楽。のしが上がってきたので、渦巻き型の鍵をかけて友のローラーと表のローラーにのしをかぶせます。のしが外れないように綱押さえをセットしたら準備完了。遠隔リモコンで船を操作しながらカゴ上げ作業開始です。毛ガニ？はい、ここからは完全なる流れ作業で、10メートル間隔でついてるカニカゴをひたすら上げていきます。おお、このカゴはめっちゃカニ入ってるわ。今年も冬にがっつりね流氷来たんで、身がぎっちり詰まった美味しい毛ガニだと思います。ここでカゴから掘ったカニの選別をします。説明。差しを当てて、こうやって測ります。ここ9センチ、8センチ。甲羅のサイズを測って資源管理をしています。こんだけサイズ違うけど、これも大丈夫、これも大丈夫。こんだけサイズいっちゃいます。これはね、ダメ。めっちゃ色綺麗だけど、これダメです。次、足。この足は売り物になりません。これもリリース。釣れない。空中切り。これがメスのダンビ。めっちゃクリクリ。めっちゃ柔らかい。で、これがオス。ふんどしが違う。これメスの型ガニ。これメス。これちっちゃいね。旅してるちっちゃいメスがすごい増えてる。普通なら網目抜けちゃうんだけど、網目を大きくしてるので、普通はねこのカゴに入ってきません。大きいメスガニのこういう風にラップして、こういう風にここに入ってきます。
もです全部リリー毛ガニ。ス。はい、説明が終わったところで選別作業の方に戻っていきます。入ったカニ全部海に戻してるように見えるけど、ほとんどが出しても大丈夫な小のカニなんです。こうやってカニはたくさんいるんだけど、ノルマの関係とかもあってね、大中の大きなカニだけ取ってます。さあどんどんカニが入ってきますが、サイズや色、爪や足がちゃんとあるかチェックして選別します。そしてカニを拾ったカゴは餌を入れて、カゴをつける人にパスします。餌はぶつ切りにしたイカです。餌を入れたカゴを縛っていきます。このさば口っていうところに縛っていくんですけど、さあどうやって縛っているか見えますか？これで普段よりちょっとゆっくりつけてるぐらいのスピードなんですけど、これ以上ね速くしちゃうとカニがたくさん入ってるんで、選別のところがねカニ山盛りになっちゃうんだよね。さてどうやって縛ってるか分かったでしょうか？少しねスローにしてみます。これでねさすがに分かりましたね。魚。はい、それではカニカゴにカメラをつけて、毛ガニがどういう風にこのカゴに入るのか海底を覗いてみましょう。着底まで9分20秒かかるので12倍速で見ていきます。はい、着底したのでこれからはねこの映像実際のスピードにしていきます。無事カニカゴが設置されました。このカニちょっと足見えてきましたね。このカニが来るまで約ね着底から25分くらいかかりました。それでは海底の様子を見ていきましょう。底潮がなんか緩やかなせいか、周りにねすごいプランクトンの姿がいっぱい映ってますよね。さあ徐々にカニが登り始めましたが、なんとね毛ガニって正面向きでカゴに登るんですよね。これはカメラをカゴにつけてみて初めて知りました。でこの真ん中に見えてる白い上後っていうところにこれからカニが入っていくんですけど、これがねもちゃもちゃしてねなかなか入らない。ほんと早く入ってほしいんですけど、今やっと入りましたね。これで無事1匹捕獲完了しました。バッテリーの関係上これ以上カニがね映ることはなかったんですけど、次の日回収した時には15匹ぐらいカニが入っていました。毛ガニ。無事漁を終えて港に帰ってきました。今日取ってきたカニをトラックに荷揚げしていきます。これ昔はみんな手で揚げてたんですけど、さすがに疲れちゃうんでこのトラックでね揚げれるシステムを開発しました。これねめっちゃ楽です。取ってきたカニをトラックに全部積んだら、組合にある荷さばき所でスケールをかけます。毛ガニは漁獲枠が決まっていて必ず出荷しなきゃいけないので、今日取ったカニをね卸している辰巳冷凍食品株式会社さんにやってきました。ここで今日自分でね取ってきたカニを買わせていただこうと思います。工場の中に入るとそこにはねたくさんの毛ガニが。俺ずっとダメだね。じゃあ大きいの5杯ぐらいこんな感じで、こうやって見てもすごいわかるね。これで4号ぐらい500個100 500までないないよね。こっちで700これで700まであるかな。でもやっぱりこんだけ違うよね。違う。だいぶね。大地は大地だからね。これもっとでっかいんじゃない？でかいよね。じゃあこれを提供していただけるとよろしくお願いします。ありがとう
工場も見学させてもらいゴムかけするでしょ、でカゴにこうやって並べていって、でこれにそうそうカゴに入れてカゴしてさっと茹で。そう、さっと茹で。春殺しよ、春殺し。カニにゴムをかけ終わったらカゴに詰めてこれをね茹でていくようです。茹で上がったカニめちゃくちゃうまそう。カニは茹でると血液が固まって白いなんか塊みたいなのがつくので、それを除去する作業だと思います。じゃあこのカニをもらって帰ります。ありがとうございます。帰って梱包して発送したいと思います。毛ガニ流氷です。冷た。これ2月に取っといた流氷、これを入れて生きたねカニを送りたいと思います。この一番でっかいやつとかさ、何グラムあるかちょっと測ってみようか。わわ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 わ、測れんやばい、エラーだからこれキロオーバー、これ1キロ測れるやつだけどエラーになっちゃうから、これ1キロあるわ、1キロ以上。一番これでも大中だからね。これでも468グラム。わわわわ。これで850グラム。めっちゃいいカニじゃん。保冷剤の流氷を敷いてカニにおがくずをつけて梱包していきます。じゃあこれを蓋して、せっかく詰めたんですが、結局送る時にねこの発泡は飛行機に詰めないっていうことで小さい発泡2つに入れ替えました。それじゃあね、この発泡に詰めた生の毛ガニを小豆島に送りたいと思います。レッツゴー。